材料はこちらです。ニットワームのチャティ、アクリル並太ですね。こちらを1玉使います。それからこちらはセリアさんのお茶目なキャット1玉と、それからビーズを用意します。では水を見ながらやっていきます。これは作り目から2段目まで一気にやってしまいます。まずは鎖編み19目ですね。そして1段目はすべて細編み、2段目はすべて中長編みで編みます。今回は奇数段を裏面、偶数段を表面とします。では鎖編み19目。19目編みました。1段目です。鎖編み1目で立ち上がります。裏山ですね。針にかかっている目から1、2、2番目の裏山に細編みです。すべて裏山を拾って細編み19目編んでいきます。細編み19目編みました。では2段目です。中長編みの立ち上がりですが、一般的には鎖2目を中長編み1目とカウントして立ち上がりとしますが、これだと割と隙間が空いてしまうので、今回の作品では鎖1目で同じ根元に中長編みを1目編んで、これを立ち上がりとしていきます。では鎖1目で立ち上がって向きを変えて、根元同じところですね。ここに中長編みを1目編みます。ではこの後中長編みを18目、全部で19目ですね。編み進めます。中長編み19目編みました。3段目の中長編みですね。中長編みの下に1本ラインが引いてあります。これは筋編みのマークになりますが、今回は筋編みというよりは、表に鎖がライン状に並ぶように、頭の鎖の下のループをすくって編むという形で編んでいきますので、筋編みとはちょっと違うんですが、この筋編みのマークで代用しています。実際にやってみますね。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。では最初の目に中長編みを見ますが、普通はここに入れますね。これが頭の鎖になります。ここに入れるのではなくて、この下のループ、これをすくって中長編みを編みます。そうするとこちらが表ですが、表側に鎖が浮き出す形になります。もう一度やってみますね。ここに入れるのではなく、この下のループ、ここをすくって中長編みをします。下のループをすくって中長編みをします。下のループをすくって中長編みをします。表から見ると鎖がライン状に浮かび上がってきます。ではこれを繰り返して端まで全部で19目編んでいきます。編み終わりのところをやってみます。編み終わり、ループを拾うのがすごくわかりにくいので、ここ普通に中長編みを編んでしまいます。これで19目編めました。表から見ると鎖の模様がライン状に並んでいます。4段目は長編みの表引き上げ編みと中長編みをクロスになるように編んでいきます。鎖1目で立ち上がって向きを変えて、根元に中長編みを1目編みます。次は1目飛ばして次の中長編みの足、ここに長編みの表引き上げ編みを編みます。
そして戻って、この中長編みとこの中長編みの間、ここに中長編みを編みます。今中長編み1目編んで、長編み表引き上げ編みを編んで中長編みを編みました。もう一度やってみますね。この足は表引き上げ編みが入っている足ですから、その次1目飛ばしてその次の目です。ここに長編み表引き上げ編みをします。中長編みと中長編みの間、ここに中長編みを編みます。編み終わりのところです。残りはこの目とこの目になります。ここはこの表引き上げ編みをした目の頭になりますので、ここは違うんですね。こことここになります。中長編みをそれぞれ編みます。5段目です。5段目も3段目と同じように、表に鎖がライン状に並ぶように中長編みを編んでいきます。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。1つ目の目のこのループですね。このループに中長編みをします。次の目もこのループに中長編みをします。次は長編みのところですね。このループをすくいます。中長編みのところ、長編みのところ、こちらから見ると鎖がライン状に並んでいます。ではこれで編み進めていきます。編み終わりのところです。最後ここに1目あるんですけれども、ちょっと見にくいんですが、この目ですね。で、編みにくいので、もうここは普通に中長編みで編んでしまいます。5段目が編めました。6段目は長編み3目の玉編みで花の下の段を編んでいきます。まずは鎖編み3目です。そして追加で鎖を2目編みます。針にかかっているところから1、2、3番目の目に未完成の長編みを2回編みます。このまま置いておいて編み地の向きを変えますね。最初の目の次の目です。ここに未完成の長編みを3回編みます。1、2、3目飛ばして4つ目に未完成の長編みを3回編みます。今針にこれだけの目がかかっています。これを一度に引き抜きます。花びら3枚分ですね。ここから鎖編みを3目編みます。花の中心の部分に未完成の長編みを2回編んで、これを一度に引き抜きます。花びら4枚分編めました。ではこの花びらの根元の隣の目に
長編みを編みます。これで1模様分になります。もう一度やってみます。鎖編み2目ですね。今度はこの長編みの頭のところに未完成の長編みを2回、次は長編みの足の隣の目に未完成の長編みを3回、1、2、3目飛ばして4つ目に未完成の長編みを3回、これを一度に引き抜きます。鎖編み3目、花の中心に未完成の長編みを2回、一度に引き抜いて花びらの根元の隣の目に長編みです。2模様分できました。最後もう1模様分やってみてください。ここまで編んだら最後のこの目に長編みを編み入れます。6段目が編めました。7段目は花びらの上半分を編んでいきます。立ち上がり鎖3目です。向きを変えて花びらの中心に長編み3目の玉編みです。未完成の長編みを3回編んで一度に引き抜きます。鎖編み3目編んで、もう一度同じ花の中心のところに長編み3目の玉編みです。長編みのところに長編みを編みます。これで花が1つ完成しました。ではあと2つ同じように編んでいきます。3つ目の花を編んだところです。最後はここに長編みを編みます。花が3つ編めました。8段目は中長編みの段になります。鎖のところは側にすくって編んでいます。そしてこの赤で書いてあるところですね。ここに書いてありますが、これは玉編みのところに編み入れるのではなくて、この長編みと玉編みの間、ここをすくって中長編みを編むという形にします。実際にやってみます。鎖編み1目で立ち上がって向きを変えます。根元に中長編みですね。そして次です。次はこの玉編みと長編みの間、ここに中長編みを編みます。鎖3目を側にすくって中長編みを3目編みます。玉編みと長編みの間、ここに中長編みです。長編みの目に中長編みです。長編みと中長編みの間に中長編みです。ではこの要領で編み進めていきます。編み終わりのところです。側にすくって中長編み、そして立ち上がりの鎖3目のところに中長編みを編みます。8段目が編めました。8段編み終わって9、10、11段の編み方です。この編み図の3、4、5と同じ編み方になります。3段目と5段目は表に鎖編みがライン状に並ぶような編み方の
中長編みをしていきます。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。下側のループですね。ここに中長編み。繰り返していきます。一番最後、ループをすくうのが難しい場合は、普通に中長編みをしていただいて構いません。では、編み図の通りに9、10、11段編んでしまいます。11段目まで編みました。では、12段目、13段目はすべて細編みをしていきます。普通に細編みをします。2段編んでしまいます。細編みを2段編みました。これで手の甲側の模様が編めましたので、今度は手のひら側はすべて中長編みで9段編み進めます。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。根元に中長編みをします。では、中長編みで9段編み進めます。中長編みで9段編みました。ではここで一旦糸を引き出してカットしておきます。では手袋の形を作る前にこの段階でビーズをつけていこうと思います。ビーズはあってもなくてもどちらでも大丈夫です。私は前回の巾着を作る時にビーズをいろいろ買ってしまったので、せっかくなのでつけていこうと思います。では左右関係なく同じものをもう1枚編みます。ではこれを中表に合わせて指先側は5目引き抜きはぎをします。手首側は7目引き抜きはぎをします。ではまず5目引き抜きはぎをしていきます。最初の目に針を入れて糸をつけます。次の目に針を入れます。引き抜き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 ます。これで5目引き抜きはぎができました。では一旦糸をカットします。では次は手首側の方ですね。下から斜めのところに針を入れます。糸をつけて次の目に針を入れて引き抜きます。次の目に針を入れて引き抜きます。では端まで進めます。斜め剥ぎ合わせました。ではここも糸を引き出してカットしておきます。左手側をやる場合はこちら向きになりますので、こちらが5目、こちらが斜めになります。はめてみるとこんな感じになります。ではこの親指のホールのところに細編みを編んでいきます。つなぎ合わせたところに糸をつけます。
鎖1目で立ち上がって細編みをします。ではこれで1周ぐるりと細編みで編み進めます。1周編んできたら最初の目に引き抜いて、ではもう一段細編みを編みます。2段目も編み終わりましたので、最初の目に引き抜きます。親指のところ2段細編みで編みました。では裏側に出ている糸端をすべて糸始末しておきます。表に響かないように裏側で隠しておきます。糸始末が終わりました。ちょうど手の甲が隠れるサイズ感になっています。では指先側と手首側にファーヤーンを編み付けていきます。ではこの縫い目のあたりに針を刺して糸をつけます。鎖1目で立ち上がって細編みをします。では適当な間隔で細編みをしていきます。1段編んだところです。2段目以降は目が見えにくいので、勘で編んでいってもらえばいいです。指先側ですね。2段編みました。ではこれ糸を切って糸始末しますね。そして手首側です。手首側は5段編み付けようと思います。これはお好みで増やしてもらってもいいかなと思います。手首側の方は5段編みました。これで完成となります。